Please use English subtitles. よちょんワンツー。どうもこんにちは。ジェニュエンウォッチです。今回紹介するのはセイコーのセーブ・ザ・オーシャンシリーズの時計です。タートル、モンスター、サムライなどいろいろなニックネームの時計がありますが、今回のモデルはスーモタイプ。注目してほしいのは独特なダイヤルのデザイン。海が好きな人にとって本当に素敵なデザインです。それではお楽しみください。今回の時計はこちら。セイコープロスペックススーモタイプ SBDY063 セーブ・ザ・オーシャンモデルです。今回のダイヤルをよーく見てください。この独特な波のような模様が刻まれていますね。まるで本物の波のようですね。光を受けるとまるで海が太陽に当たっているかのように綺麗ですね。なんとこの文字盤にはよく見ると絶滅危惧種のマンタが住んでいます。ダイヤルは色の黒いところや明るい青色の部分があります。まるで本物の海です。なんて綺麗なんでしょう。海のようなダイヤルの上には光り輝く秒針。ミラーポリッシュの秒針は光をピカピカと反射しています。秒針のテールの長さ、私は少し長すぎるように感じてしまいます。皆さんはどう感じますか？そして自身分針も同様のミラーポリッシュが施してあります。インデックスも同様のミラーポリッシュです。針、インデックス等の夜光塗料の光り方をチェックしてみましょう。この時計の夜光塗料はこのように光ります。緑色に発光しています。インデックス、自身分針、秒針のテール、すべての夜光塗料は大きくてとても見やすいですね。次はベゼルを見てみましょう。この黒のベゼル、つるっとしていますよね。実はこれセラミックなんです。SBDY065 のベゼルと少し幅が違うのがわかりますでしょうか？ 063 の方が少しベゼルの幅が薄いです。そのため全体的にスタイリッシュな印象を持っていますね。ベゼルの高さがガラス面よりも高いのでガラス面に傷がつきにくそうですね。といってもサファイアガラスなのでそんな簡単に傷はつきませんけどね。ただレンズの部分だけはベゼルよりも高いですね。このベゼルは持ちやすくとても回しやすいです。次はケースの仕上げを見てみましょう。スーモタイプ特有のこのラウンドした形状、ミラーポリッシュになっていてとても綺麗ですね。材質はステンレスです。硬質コーティングもしてないのでこのミラーポリッシュだと傷が目立ちそうです。4時の1のクラウンはケースに埋まっているようなデザインになっていますね。ケースに埋まっていますがサイズが大きいので回しやすいです。サイズは 6.8mm です。ネジロック式の流通です。バンドはこのようなデザイン。ミラーポリッシュがかっこいいですね。バックルはダブルロック式。
このバックルにはダイバーのためのエクステンダー機能がついています。使いやすいのでしょうか？腕回り 170mm の私の腕ではこのような雰囲気です。スーモ特有のラウンドしたケースの形状が肌へのダメージがとても少なく感じます。重さ 198g、 ずしっと重たく感じます。時計のサイズを記載します。ムーブメントは 4R36、 ミサプラス45秒からマイナス35秒、最大で41時間駆動します。 4R35 と36がありますが、違いは曜日の表示があるかないかだけです。いかがでしたか？私はこのダイヤルカラーに魅了されました。なぜなら本当の実のように見えるからです。ぜひ近くにセイコーのショップがあるのなら、あなたの目で実際に見てみてください。このチャンネルではこんな感じで最新の時計のレビューをしています。もし気に入ってもらえたのなら、チャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。